はい、黒です。こんにちは。皆さんご覧になったかもしれませんが、中国の不動産大手、恒大集団がデフォルトの危機にあります。で、中国経済はですね、不動産やインフラへの過剰投資、過剰融資でですね、大きな成長を遂げてきたわけなんですが、不動産バブル、このまま崩壊してしまうのでしょうか。では見てまいりましょう。9月9日の日経新聞の記事になりますけれども、中国恒大2兆円のドル建て債が国際金融市場を揺らすというふうに出ております。内容を見てまいりましょう。こちらですね、恒大集団、英語名でエバーグランデということですが、デフォルトの危機の内容をいくつか書かせていただいております。1番目、負債過多によりデフォルトの危機で、負債がですね30兆円超ということで、もう国家予算みたいな金額になっております。2番目、恒大集団1996年に設立、マンション開発等で急成長、住宅販売ではですね中国で2位ということで、急成長を遂げたことでですね、アリババであったりテンセントと並び称されるような、ビッグネームに成長したということなんですが、3番目、2020年8月政府による規制強化、3レッドライン、後ほど説明しますが、このあたりからですね融資規制に引っかかってしまって、雲行きが怪しくなってまいります。で、4番目、市況の悪化もあってですね、2020年の秋には物件一律 30% の値引き販売なんかを実施して、この年はなんとかしのいでいくわけなんですね。ただですね、また大きなショックが襲うんですけども、5番目、銀行に対する融資規制ということで、総融資額に対する不動産の比率が設定されたということで、これがまた打撃になります。で、振り返ってですね、恒大集団、ドル建ての債券もありまして、2.9 兆円のうち外国人向けが2兆円で、これをですね機関投資家であるアムンディ、UBS、こういったところが買ってるわけなんですね。で、7番目で、格付けも急落で、2段階一気に落ちてしまいます。で、また株価もですね、これ香港ドルですけれども、15ドルあったものが 3.6 ドルということで、もう4分の1ぐらいに急落してしまっております。で、こういう状態になると、新規借り入れはもちろんリファイナンスも厳しいということで、資金繰りがもう危ない状態になっているわけですね。こういうことでデフォルトの危機ということなんですが、ここに来て、9月9日の報道になりますけれども、中国当局が、恒大集団に対して債権者らとの支払い期限をめぐる再交渉を承認したということで、政府としてもですね、やはり大きすぎて潰せないという判断をしたのでしょうか。ただ一番下赤で書かせていただいてますが、依然としてデフォルトの危機は予断を許さない状況ということだそうです。まず株価に関してはですね、この赤い線ですけれども、ぐーっと急落して、先ほど申し上げたようにもう4分の1になってしまっているということで、これ以上解説もないんですけれども、左側のですね表をご覧いただきたいんですけれども、まず一番上 PL、総収入がですね 8.7 兆円ということで、営業利益が 1.2 兆、当期純利益がですね 0.1 兆円ということで、利益率はちょっと薄いとはいえですね、これまだですね一応黒字なんですね。赤字転落しているわけじゃないんですけれども、デフォルトの危機ということです。で、その下の BS ですけれども、総資産が39兆円に対して総負債が 36.8 兆円、やはりですね負債額が大きすぎるんですね。ということで、一番下のキャッシュフローなんですけども、営業キャッシュフローは 1.9 兆円でかろうじて黒字なんですけども、投資キャッシュフローと財務キャッシュフローが赤になってまして、手元資金、これがですね非常に危うい状態で、何かあったら、資金繰りがいかなくなってしまうという状態になっているわけですね。で、続いてこちら、中国当局の規制に関して見てまいりましょう。で、1番、共同富裕論ということで、共産党独自の考え方になりますけども、国民みんなで、裕福になっていこうと、特定の企業や裕福な金持ちだけがいい思いをするんじゃないという、共産党のですね最初の思想が色濃く出ているわけです。ということで、2番目、大企業に対する取り締まりが始まります。右側の表、2020年の11月はですねアントグループの IPO が延期させられた。で、またですね今年の4月はですねアリババに対して独禁法違反で、罰金処分がある。で、7月にはですね、DD に対してですね、捜査が開始された。で、また中国企業の海外、市場への上場に対してですね規制がかかるということで、自由な経済活動に対してですねかなり規制がかかってきていると
いう印象ですね。で3番、不動産バブルの懸念ということで、投機的な価格高騰を抑える狙いでいろんな規制が入っております。で4番目、3レッドラインということで2020年の8月に設定しております。でこれ3つあるんですけども、1番目が資産負債比率 70% 超、丸2番、純負債資本倍率 100% 超、丸3番、手元資金の短期負債倍率 100% を基準とするということで、これですね、借金が多い会社、負債比率の高い会社はですね、一気にアウトになってしまうわけですね。ということで、恒大集団も3レッドライン3本ともですね、引っかかってしまったということだそうです。で5番目、銀行の融資比率の規制ということで、これはですね、銀行が行っている総融資額に対する比率ということで、不動産融資については 12.5% から 40%、これ、銀行の規模とか性質に応じてちょっと違うんですけども、こういった、総量規制ですね。でまた住宅ローンもですね 7.5% から 32.5% ということで、貸す側と借りる側両方に規制が入っているわけです。で6番目、こういった結果ですね、今までどんどん借り入れでもって成長しようとしてきた不動産会社、特に中小を中心にですね、倒産が多発して、500件以上が倒産してしまったということだそうです。で7番目、規制の結果、今年の6月の住宅価格の上昇率は今年最低の伸びということで、不動産の価格の上昇に一定の抑制効果はあったんですけども、依然として住宅が高い状態は続いておりまして、平均年収の20倍とか30倍、都市部だともうそういう状況でですね、一般市民にとってはもう住宅買うっていうのはですね、結構高値の花ということで、この辺のですね、不満はやはり引き続き続いているんじゃないでしょうか。はい、続いてですね、恒大集団の次はですね、シンガポールのシティディベロップメントリミテッドというですね、CDL と言われてますけども、こちらの会社が中国本土に投資をした結果、痛い目に遭ってしまったということを見てまいりましょう。こちらちょっと英語の記事になるんですけども、ヘッドライン、シンガポールプロパティデスティニーズチャイナディール is a cautionary tale ということで、赤字でちょっと訳を入れさせていただいてるんですけども、シンガポールの不動産大手企業による中国本土への投資は強烈な失敗談となったという記事になっております。はい、では実際にですね CDL どういう取引をしたのか、こちら見てまいりましょう。1番目、シンガポールの不動産大手 CDL は中国本土の不動産会社に投資した結果、1400億円超の損失を計上し、撤退することになったということで、2番目、投資先はシンシアプロパティグループということで SPG と呼びますけれども、中国全土でですね活動している、不動産大手企業になります。で3番目、 CDL はですね2020年の4月に、SPG の株式 51% を取得、これを機にですね中国本土での不動産大手の一角にですね、登場するというのが目論見だったわけです。で4番目、ただその後 SPG はですねコロナの影響と、あと3レッドラインにより流動性に問題が出たということで、ここで引っかかってしまったのは先ほどの恒大集団と全く同じ構造なわけですね。で CDL と SBG は資金調達や投資をめぐり取締役会レベルで対立、お互い罵り合い言い合うという状態になってしまったわけです。で5番目、2021年7月、債務者により SPG に対して破産の申し立てがあったということで、何らかの形で支払いが遅れたんだろうと思います。でそういうことで重慶の裁判所に対してシンシアプロパティは倒産してるんじゃないかということで申し立てがあったということになります。で最後6番目、シティディベロップメントは SPG の株式を1ドル、ただ同然の金額で売却して、この損失はですね、17.8 億シンガポールドルということで、日本円にしてだいたい1400億円超ということになるんですけれども、巨額の損失をですね、計上するに至って、それでもう完全撤退をせざるを得なかったということで、これを牽引してきた役員もですね引責辞任をしたということと、共同で手掛けていた深センのテックパーク、これだけはですね手元に残ったということなんですけども、ほぼ投資した金額全額がですね、損失になってしまったということで、はっきり言って1400億円ドブに捨てたみたいな話になってしまったわけですね。はい、ということで、
今日のまとめに行きたいと思うんですけども、やはりポイントは中国政府の規制だと思います。今までは経済成長のために、不動産とかインフラにはですね、多額の融資がジャブジャブについて、アクセル踏みまくりで来てたわけなんですけども、いよいよ不動産バブル怪しいということになったら、今度はですね、不動産に対する、融資規制、貸す側借りる側両方にかかってきてるわけです。従前ですね、中国リートに関する動画を上げさせていただいているんですが、ここでもですね、厳しい融資規制がレギュレーションの中で入っておりました。不動産の価格の高騰とかですね、不動産に対する投資、投機、これをですね、抑えたいという気持ちはわかるんですけれども、それにしてもちょっとやりすぎなんじゃないかなというふうに感じております。今回不動産の融資規制だけじゃなくてですね、例えば教育に関しても、子供は1日1時間以上ゲームやっちゃいけないとかですね、ちょっと日本人の感覚で言うと、信じられないようなことが次々と、設定されているようでございまして、昔のですね、文化大革命とかそういったのをですね、ちょっと思い出したりもしております。ということで、皆さんどのようにお感じになられたでしょうか。本日の動画もし役に立ったなと思ったら、いいねボタンを、またチャンネル登録をしていただけると励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。